高知でおる時ほとんど朝早くから夜遅うまで働いて何かな、寝る間がなかったぐらいそんな感じでずっとやってたので田舎へ帰ったらゆっくりできるような気がして高校卒業してそれから高知へ出て行ったのよね。田舎よりはちょっと都会の高知に憧れてました。それで肉屋へ入ったか。その間結婚もしてで子供もできていうのがで、生活するのに精一杯で、何も残らないような状態。もう毎月毎月給料をもらったらそれで何か生活してあとは蓄えは全くないような状態でずっと12年間やってきましたね。なんかね高知とかでやったら時間に追われてねあれせないかんこれせないかんという感じで。帰ってきて、農業しながら勤めもしながら余計忙しくなってきて農業でなかなか食べていけれんだよね。食べていけれるようにしたらええろけんど利益が少ない。帰ってきたらすぐこのリサイクルセンターの仕事が空きがあるけど今度かいうことでね社長として今やってますけど農業とも兼業でやれるような状態やけんこれはいいなと思ってね親から続けてたのにねもう朝からその場所に行って資源ゴミの収集をしてでリサイクルセンターまで帰ってきて仕分けして下ろしてあと各業者へ出荷してますけどね。手が回ってないがか走り回るだけでなかなか本業で何か給料もらってる方が農業の方はほとんど全然自分はないとないに等しいで機械代がいるで壊れるしねで従業員雇って一人ではこれほどの大きい広範囲の田畑を耕してやることはまず無理やね。誰か何かねこのやってみたいいう人を作っていかない考えるけどねあんまりそういう人がおらんね。やり方も間違える場合で違う儲けにならんきが儲けてよごめんよベンツでも止めてよそんなようなことしとったらああ儲けようがやで金持ちになっちゃおうと思ってねどんどん仕事しすぎるがいいでマイナスになっていくわけよ。だからなんちゃせんかった方がもっと出費が抑えられて意外ないのかな。で、自分がやるものは誰か他のもんがやった方がもっと良さそうな気がする。何もかにもやめてしもたらゆっくり休めるんやけど田植えが終わったけんどっか遊びに行こうとかで、稲刈りが終わったけんとかで米だけやったらいろんな間ができてくるからやけんどいろんなもん入れすぎたね。でどんどんやったらやるば儲けると思ったらそうやないがいねやっぱりええもん作って販売せんことには作って収穫したはええけんど販売せんずくそのままやったりねいや普通に面白いもんやるよなと思ってしいたけやって深層水やろきくらげやりだいたろそれマコモだけがあるので米やろ綿の米
結構ええもんヒットは結構ヒットかなと思うけど得点につながってないんやね点数が入ってないか逆転満塁ホームランを狙う中堅の空振り三振でねいかんねもう延長戦入ってねやっぱり生まれ育ったところやからもうこっからはまあどこへ行くこともないのなと思ってもう骨をうずめるつもりで、まあ、崎浜にまあ何十年も育ってしたものの崎浜でもまあいいところもあるなと思って。中学時代にその山へ上がった時にその地蔵さんがあるなあいうのを知ってたのでまあ一回この88箇所の地蔵さん見てみたいなと思ってそれで回り出して仏像とか、まあ、なくなってたりシダの中に隠れてなかったりするのを探すのが自分の役目やなと思ってそれで始めたかな。どこにあったんですか？この下これ200メートル。結構急でしたよ。お天道さんは見るに誰も見やせんかって俺お天道さんは見るがやないかなと思ってね1300年の歴史がある。もともと家にねこの本があって書棚にずっとあったんですよね。でゴミの収集の仕事をしてたら、まあ、ちょいちょい捨てられたりしてこの本が出てくるのよね。大阪に近いということで、まあ、大阪の文化が結構入ってきてその点何かなにわかとかも結構発展して。この状況でよーのこのこ日本に来れたにゃ日本へ来れたにゃ。まあ人がかなり減ってきた。で子供も少ないし後世伝えるためにも自分がこうできることをやったらなと思って。前ここからねダンプでローン入れてゴミついちゃったからほんでかなり冷蔵庫とかねテレビとか何台も上げてきたけど入ってまあやっぱりね実際に自分で体験してやないとこれがあっても何よねやっぱりこの本に書いてある通りに自分で回って新しい発見をするというかその通りにやったら嬉しいんじゃないかなと思うね。まあなんかね自分は崎浜出身でなんか他よりなんか崎浜の方が室戸市でなんかもっとなんかいろんなもんがあって優れてるような気がしてこの本を読みよったらで吉良賀の人は吉良賀で「いや吉良賀が一番や」とか町内もすごいしよ結構対抗意識があった。まあ崎山は昔からこう人口持っていろんなまあ店もあって遊ぶところもあって映画館もあったしそんな中から今ほとんど何もないような状態何も残らんかまあ多少は残るけどやけどこの石仏かこれらはなくならないね。